はい、それではですね、Figma UI 超入門チュートリアルやっていきたいと思います。まず今日は準備編として、その YouTube のね、アプリ作っていくんですけど、その、UI を作っていく土台のアートボードというかフレームをね、作っていこうかなと思います。はい、これからやっていく流れもね、ちょっと最初にザクッと喋りながら進めるんですけど、まずこのホーム画面からね作っていきますと。でホーム画面っていうのは、はい、こちらですね。はい、ちょっと僕のね普段見てる YouTube がバレますけど、はい、こちらやっていきます。で僕は iOS、iPhone のでしかも最近のモデルのやつ、なんかここら辺になんとかアイランドっていうのがあるやつを元に作ってはいきますが、お手元の自分が使ってるスマートフォン iPhone だった場合もあるし Android の場合もあると思うんですけどのスクショを取って、やっていくのを一応おすすめはしますが、ちょっと動画と違ってはくるので僕と同じサイズの方が分かりやすいかな、分かりやすいか、はいっていうのはちょっとお任せしますが、一旦僕の方は iOS の最近のモデルのこのサイズ感でやっていきたいと思います。はい、まずこのホーム画面からね作っていくんですけど、今日はやるのはまずこの準備ですね。はい、これ作っていくってなった時にこういうフレームっていうのをこう用意しなきゃいけないんですよね。こういうとこに作っていくのかみたいな、その辺のちょっとね最初のセットアップみたいなものをやって、その次の動画から実際に YouTube の UI をトレースしていこうかなと思ってます。で最初に何をやるのかっていうと、はい、まずフレームをセットしていきましょうというところとか、あとはこの素材とかですね、ちょっと自分のお手元の Figma の方に、持ってきてほしいなと思ってます。今回デザインする YouTube の、スクリーンショットはこちらで用意してますので、この Figma ファイルですね、おそらくちゃんと忘れてなければ、しっかり概要欄の方にあると思いますので、まずそこを開いてください。そしたら僕が今この見てるねこの画面と一緒のものが、あると思います。ちょっとこの辺はね先に進むといろいろこう要素が増えてると思うんですけど、でこれの最初のこのスクリーンショットって僕が今名前つけたやつ、はい、こちらをコピーしていただいたりとか、この辺とかもですねコピーしていただく、まずコマンド C とかですね、はい、右クリックでこう出るので、これでコピーとかでもいいと思います。で自分のデザインのファイルを開いてもらって、ちょっと今僕別のファイル開きますけど、ここにコマンド V すればそのコピーしたねこういうのっていうのはペッて貼れるんですよ。で、僕のファイルは基本的に公開編集可能にしてしまったらやばいことになるのでやりません。なので、コピペしてください。自分の手元にコピペできるようにしておくので、なので編集はこの場でできません。なので自分の手元に、素材のファイルとか参考にしたいデザインデータとかあったら、こちらからコピペして自分の手元に持ってくるようにしてください。はい、っていう感じで、まずこのスクリーンショットとか、この辺とかこの順番で一応基本的には進む予定なんですけど、なんか必要そうなものがあればババッとコピーしてまず、やってみてください。自分の手元のそこに置いてみてください。で、なんかファイルに名前とかつけてもいいですね。最初の方はね。はい。で、それが終わったら、じゃあここから準備なんですけど、最初このフレームを作っていくって僕言いましたが、何かっていうと、Figma っていうのはこの F フレームですね。この下にあるフレームってやつ F って押すとフレームツールのモードになって、クリックをこうやってやるとね、こうやってなんか範囲が出るんですけど、このフレームっていう上にこうデザインデータを作っていくんですよね。要は箱みたいな、キャンバスみたいなね、こう絵を描く人がね、この絵を描く紙のサイズとか最初白紙のやつ決めるじゃないですか。なんかあんな感じですね。はい。で、今回はですね、僕と一緒にやる方はiPhone16 なんですね。僕の使ってるものは。で、16のサイズっていうものが、この 393×852 っていうサイズなんですよ。この下に出てるんですけど、はい。ちょっとガビってますけど。これのサイズをこのフレームで、やりますと。例えばちょっと今ザクッとやりましょうか。この右側のパネルのレイアウトの W、ウィズスっていうんですけど、W で横幅ですね。これ393。で H がハイトっていう高さなんですけど、これが853だっけ、なんだっけ、852か、852。ちょっとね、ほんと最近の iPhone のサイズね、なんかマジむちゃくちゃなんですよね。ちょっとあんま僕詳しくないだけかもしれないけど。でやると、じゃあこれコピーしてみると、オプションをしながらこうやってクイって
クリックしながら動かすとコピーできるんですけど、これも一緒のねサイズ感になってるんですよね。はい、なってると思います。はい、みたいな。なのでこの上にこれをやっていくみたいな感じのイメージでやっていきますので、まずはこのフレームを393、852もしくはご自身で使ってるスマートフォンのサイズっていうのを調べることができますので、それでやってみてください。作ってみてください、このフレームを。でちなみに結構大事な機能を紹介するんですけど、このフレームのモードにしてみてください。 F を押してくださいか、この下でフレームって選んでください。そうするとこの右側にですね、フレームのプリセットと呼ばれるものが出てくるんですよね。でよく見るとスマホ、タブレット、デスクトップとかねあるわけですよ。で今僕らスマホのアプリのものを作ろうとしてるわけですよね。なので、Figma の方が要はよく出回っているサイズのスマホのサイズ感のフレーム一発出しセットを用意してくれてるんですよね。なので iPhone とかは結構もう全サイズねそんなにパターンがないので、 Android って各社結構バラバラなんですけど、 iPhone はいっぱいもうその設定があるので用意してくれたりするんですよ。で今回 iPhone16 なんで、実はこの iPhone16 っていうのをクリックするとちょっと変な場所行きましたけど、こんな感じでもうさっき作ったサイズ感393と852っていうサイズのものを出してくれます。はいっていう便利機能がありますので、 iPhone 使ってる方は自分の iPhone が何に該当するかとかを探してもらってここで選んでもらうといいと思います。もしくはなければ、同じサイズのものっていうのは絶対この中にあるので iPhone の場合は、なので自分の型番、その iPhone SE とか SE2 とかいろいろあると思うんですけど、それを、なんか検索してもらって解像度みたいな iPhone SE 解像度みたいな感じで調べてもらうと自分のね、出てくると思います。スマホのサイズ、iPhone SE2 解像度とかでやると、こんな感じで出てくるんですよね。でこれはちょっとね癖があるんですけど、これ2倍のサイズになってますので、これ実は実寸は半分なんですよね。ピクセル自体はこのサイズ感なんですけど、なのでちょっとね初心者だと難しいですね。調べてもらうと多分いろいろ出てくると思います。こんな感じで。はい。で、その中でないかなと思って探すと、さっきの1320とかだとないんですよね。334かなんだけど、これっていうのは半分のサイズなんですね。これ高画質にするために実寸のこのサイズよりなんか3倍2倍とかのピクセル数がギュッてなってるからこう鮮明になってるんですよ、実はディスプレイって最近のね。なのでこのやつだとこれ多分横が750って書いてるからこれ半分なんで多分325？違うとかなんですよ。でそれ近いのを探すと多分これなんですよ。375×812 なんですよね。23が6、7、2そうですね。はい。だから13ミニのサイズだと思うんですよね。iPhone SE2 の方は。はい。みたいな感じで探すことができますので、ちょっと慣れが必要なんですけどね。はい。そんな感じでやってもらえたらいいかなと思います。はい。ちょっとディスプレイの知識が必要なので、よくわかんねえやって方はちょっと僕と同じサイズでやってみてください。はい。まずここまでちょっとね、やってみてください。で、続きまして、ですね、アイコンとなんていうんだっけ、ステータスバーでしたっけね。ちょっと僕名前うる覚えなんですけど、これらこの時間のやつね、あとこの iPhone だと下についてるこのバーのスペース、これってアプリごとに一緒なんですよ。変わらないんですね。これなんでかというと、もう iPhone に備わってる画面なんですよ。画面っていうか要素なんですよね、これって。だから編集できなくないんですけど、基本的に編集しちゃダメぐらいの感じなんですね。なんでかっていうと使いづらくなるから、そのスマートフォンがね。なので基本的に何もしないっていうエリアなんだけど、この要素自体はだからほぼ全てのスマホで一緒なんですよ。はい、なのでこの要素を置くのと使っていくアイコン素材っていうのをここに持ってくるとこまでこの準備のパートをやっていきたいと思います。なのでまずは、アイコンからいきましょうか。はい、アイコンから持っていきましょう。で今回はYouTube ってね Google が作ってるんですよ。で Google が作ってる、アプリとかソフトウェアっていうのはサービスっていうのは基本的にこの Google が作ってるマテリアルデザインアイコン、これを使ってるんですね。
なので、このマテリアルデザインアイコンっていうやつをこの Figma のデータに引っ張っていきたいと思います。はい。ちなみにこれ無料で公開してて、誰でも使えるので、しかもめっちゃクオリティ高いんですよ、これ。で、種類もめっちゃあってみたいな感じなので、初心者にめちゃくちゃおすすめなアイコンでもあります。そんなにかっこよくはないんだけどね。問題ない耐久性のあるアイコンがいっぱいあると。で、僕のこのファイル見てもらって、このリンククリックしてもらえれば多分飛べるんですよね。はい、こんな感じで開くって感じで出るので、こうしてもらうと多分こういう画面が開くんじゃないかなと思います。で、これ何かっていうのを説明しますね。これ Figma コミュニティってやつなんですよ。これもごめんなさい、ちょっと説明長いんだけど結構大事なんで覚えてもらうと知ってもらうといいんですけど、これ Figma コミュニティっていう場所に公開されてる Google がねこれ公開してるんですよ。Google フォントっていうアカウントで、公開しているファイルなんですね。Figma の。だからこのマテリアルデザインアイコンって言ってオープンイン Figma って押すと、自分のねどこのスペースに、置きますかっていうのを選べて、僕の場合はボノってやつやってるんですけど、ここにえってやると、この自分がやってるワークスペースの中に、コピーペイできるんですよ。その公開しているファイルっていうのは要するに使えるようになるわけなんですよね。はい、っていう風にやると別でファイルが開いてですね、マテリアルデザインアイコンっていうのが出てきて、これだとアイコンねえじゃんってなるんですけど、この辺アイコンか。このね、ページの方を見てほしいんですよね。この左側ですね。はい、左側のパネル。はい、このページのところに、この2段目にね、マテリアルデザインアイコンズっていうページがあるので、ここ行ってもらうとこんな感じで、はい、ビヨーンって大体あります。これ多分全部じゃない、更新されてない部分もあるんだけど、普通に使う分には十分なアイコンがあるので、これを使っていきます。で、こっからねコピペしていってもいいんだけど、一覧がねパパッと見れた方がいいと思うので、これ全部ドラッグでこう選択します。で、コマンド C とかでコピーしてもらいます。コピーしてください。右クリックでもいいです。はい、コピー。で、元の自分が作業したいファイルに戻ってきてください。さっきの、フレームを作ったファイルですね。はい。で、もうここにコピペするコマンド V とかでコピペすると、ちょっと今時間がなってますけど、こんな感じでコピペすることができると。はい。でもこの後はもうここから、選択してって持ってくれば、こんな感じで使うことができますよっていう感じになってます。はい。消しちゃダメだ。はい。コマンド Z で戻しましたが、っていうのが Figma コミュニティで結構その公開していいよっていう Figma のデータっていうのは結構公開しているんですね。で、これどこから行くかっていうと Figma コミュニティの説明ですね、ここからは。はい。で、このね、ちょっと分かりづらいんだけど、自分のこのダッシュボード Figma のホーム画面と何でもいいんですけど、呼び方は、のこの左下にコミュニティを見るってやつがあるんですよね。これね、動線がすごいね、奥にあるんですけど、これ押してもらうと、こんな感じで開くんですね。アプリ上だと。ブラウザだと多分別タブで開くのかな、ちょっと分かんないけど。で、ここでなんか検索してもらうと、いろんなね、アイコン公開している人とかがいたりするので、アイコンとかで打って検索ペッてやると、こんな感じでいろんな、ね、人がアイコンを公開してくれてたりするんですよ。なので、これらを使うことももちろんできます。公開している分にはもう使っていいよっていうことなので、基本的にはね、一応利用規約とかあるので、そこ見てもらいたいんですけど、っていう風に Figma ってそういうコミュニティスペースみたいなものがあって、自分のファイルをコミュニティにアップロードすることによって、他の人に使ってもらったりとかすることができるんですね。で、フリーアイコンとかってこんな感じでね、一部は無料で公開して、より使いたい場合はね、このサイト飛んで課金してねみたいなっていう事業者がなんか公開していたりもします。はい。っていう風に結構ね、アイコン素材とか、このなんか画像素材とかイラスト素材とか公開しているものに関してはFigma のコミュニティの中で探すことができますので、素材探しとかね結構楽になる部分もあるかなと思うので、ぜひねちょっとこれは覚えておいていただくといいかなというのが Figma コミュニティでした。はい、というわけで Figma コミュニティから Google のアイコンをダウンロードというかね、持ってきましたと。はい、で次に同じようにさっき僕が話したこのiOS の UI キットって言われるもの、これ標準の UI ですね。もう iPhone にそもそも備わっているいじらない、UI っていうのを持ってきてほしいんですよね。でこれも同じように
Figma コミュニティで調べればよくて、で僕がもう調べてこの人のやつやるといいよっていうのはもう、ここに置いてはいるんですけど、ちょっと一回やってみましょうか。はい、コミュニティの方行ってもろって、でここに、iOS の場合これね iPhone の UI キット UI シリーズみたいなやつっていうのは iOS っていうね OS って聞いたことありますかね。はい、まあエンジンみたいな感じかな。僕もあんま詳しくないですけど、要は iPhone を動かしてるエンジンが iOS っていうのね、それの最新がなんか16とか17とかね、数字ついたりするんですけど、なので iOS の UI とか iOSUI プラスキットとかで打つと、公開してくれてる人のものがこうやってヒットします。で結構いろんな人がね公開してるんですよ、同じようなファイルを。はい、なのでどれ使ったらええんやろっていう風になるので、もうこの辺はちょっとねチクチク見ていくしかないんですけど、この UI キット特に iOS の分野で有名な人はこれなんてジョーイさんっていう人がいるんですね。この人もう昔から公式が作らないからっつって俺が作るっつってこう毎年やってた人なんですけど、ついに公式に採用されるみたいな感じにもなってるんですけど、この人のものをやるといいです。で今は最新 OS なんで、17がまだ出てないのかな。だから16とかのやつ、このジョーイさん、これ緑のアイコンのね、はい、この人のやつのオープンフィグマとかやってもらうといいかなと思います。はい、一応僕のフィグマのねFigma でもここから持ってくるといいよっていうのはリンク貼ってるので、分かんなかったらもうここをねリンク直接叩いてもらえればいいかなと思うんですけど、はい、こうやってきますと、そうするとさっきのページでねやっぱ整理されてるんですね、皆さんね。はい、でサポートくれよみたいな、コーヒー買ってねみたいなとかもあるんですけど、一旦ちょっとごめんなさい無視してさせていただいて、今回欲しいのは全部じゃなくてこなんていうんだっけ、ステータスバーだっけ、ちょっと調べるわ。はい、ステータスバーで合ってました。ステータスバーとこの下にあるなんていうんだ、フローティングなんとかみたいな、ちょっと絶対違うなみたいなやつ、もうこんな感じなんですよ。もうね名前なんて別に覚えなくてもこれって言った方が早いじゃないですか。はい、っていう風にね覚えてるんですけど、はい、なのでそれを探しますと、ちょっとねどこにあるんだ、コンポーネンツ開いてもらったらここら辺にありますね。ステータスバーこれですね。はい、ありますと。でいろんな状態のやつですねありますが、オーソドックスのやつはこの一番上のやつなんで、これをコピペしましょうかね。はい、じゃあこれを特に後ろの背景、今回俺あれだな、ちょっと僕ダークモードのやつ持ってきてるんですけど、普通のライトモードにしましょうか。ちょっとダークモードで撮っちゃったけど、はい。なので、これ背景黒くなってるじゃないですか。僕いつもダークモードで使っちゃってるんですけど、ちょっと標準はどっちかというとライトモード、この背景が白い時なので、それのやつでやっていきましょうか。ごめんなさい、ちょっとその辺気にしてなかった。なので、この一番上のこのライトって書いてあるやつ、これですね。はい、これを選択してダブルクリックするとね、これ触れます。このなんかね、フレームの中にいっぱいいろいろ出てきたな。フレームの中にいっぱい出てくるんだけど、はい、こんな感じでレイヤーから触ってもいいですし、こうダブルクリックするとどんどん奥にこう入っていけるので、ダブルクリックするとこのグループの中に入っているものをこう選択することができますので、はい、これでダブルクリックしてこれ選択すると。でこれでコマンド C コピペコピーしていただいて自分の手元に持っていきましょうか。はい、もうさっき作ったフレームを選択してコマンド V とかやるとそのフレームの中に入ってくれたりしますね。はい、で一番上にとりあえずね置いとこうかって感じですかね。でこれ若干サイズが違うね。390になってるね。なので、こういう時はもう普通に横に伸ばしてもらえればこうやっていいかなと思います。一旦ね。はい。今回はそれで十分かなと思います。はい。ここまでまずは1個このステータスバーを持っていきましょう。で次にさっきのですね下のこれですね、ホームインジケーターっていうんですね。聞いたことありますわ。これを持っていきましょう。で今回はさっき言ったライトでやりたいので、はい、このブロックですね。これブロックになってるんですよ、ね、このバーしか見えないんだけど実際はねUI で結構ブロックで管理していくので、このブロックでコピーペしましょう。はい、ちゃんとねブロックでこの自分が作るところにもう一回選択してコマンド V やるとこのフレーム、作ったフレームね、これちょっと名前変えるわ。作ったフレームって名前にしとくね。で
はい、ちょっとレイヤーを出しましたが、この中に入ってくれるんですよね。はい、結構ね、最初のうちってなんかコピペしてこの辺に持ってきてこうやって置いたつもりなんだけど、なんか中に入ってないみたいなこと結構あるんですよ。はい、なのでなるべくこの中に持ってきたいなって時はこれを選択して、中に入れたいフレームを選択して、コピペする、ペーストかすると中に入るので、これ結構癖づけるとなんか変な間違いとかが減っていくかなと思います。でこれも横幅いっぱい393にして、これ一番下にピピーって持っていきましょう。こうやってそうすると最後下の方にこうカチッてこうなんか赤いのが出てカチッって感じになるんで、こうカチッみたいな、ここで大丈夫です。はい、これブロックでもう制御されてるし、持ってくることによってこの微妙な余白とか測んなくていいんですよね。はい、もうこれ決まってるんでね、ここの余白とか。はい、なので今回はこのブロックで管理していきましょうというところですね。で、皆さん気づきましたかね。これちょっと教えなきゃいけないですね。この赤いやつ、これなんだみたいな、なんか赤いんだけど俺欲しいの真っ白のやつなんだけどって思うじゃないですか。そうなんですよ。これはですね、グリッドって機能がフレームじゃなくてフィグマにありまして、このグリッドが今オンになってるから、これ赤いのが出てるんですよね。でグリッドってどこってやると、これちょっと俺が邪魔で見えてないかも。ここにね、グリッドっていうのが右のパネル、こう選択してくださいね。この赤く消したいやつ、このステータスバーを選択してブロックで、見てみると、このレイアウトグリッドっていうのがオンになってるんですよね。これはちょっと説明は簡単にすると、なんか当倍のサイズ感とかでレイアウトを組んだ方が組みやすかったりするんですよ。ウェブサイトとかこういうスマートフォンって。それのグリッドを表示するって機能が Figma にはあるんですけど、これ今回いらないので、この右側の非表示の虫眼鏡じゃねえわ、この目のマークがマイナスってやつを押してください。そしたら消えます。もうグリッドオフみたいな感じになるので、今回はグリッドいらないので、これも消してください。はい、これで OK です。そうするとこんな感じで、なんかね iPhone のフレームだけが誕生することになります。はい、ここまで一旦ね今回は準備をしていただけるといいかなというところでございます。はい、ちょっとねいろんな要素がありますけど、覚える必要性なくて、慣れですね。こういうのがあるんだぐらいでまず思ってもらって、なんかじゃあアイコン新しくなんか使いたいなって時とか、なんかカイ君がああいうこと言ってたなみたいな感じで思い出してもろて、で使ってもらうというようなところを繰り返していくとか、こういうのもねこう毎回やるんですよ。これ iPhone 作るとき、iOS の画面作るときね、はい、やるので Android もしっかりですね。はい、これやってみてください。で、紹介が後手後手なんですけど、Android の方も Android UI キットっていうのがあります。これ Google がねちゃんと出してくれてますと。でここ行ってもらうと同じようにファイルがありまして、ダウンロードしなくてもねどんな感じってこの下の方でこうやって見れるんですけど、ここにですね多分あると思います。はい、こんな感じでね、はい、あるので、ここから持ってきてもらえればいいかなと、 Android でやってる方はねいいかなと思います。はいはい、というわけでね、1回目ですけどちょっといろんな要素ありましたが、まずここで下準備が完了になりましたので、この次の動画から実際に UI の方を作っていきたいと思います。わからない方とかいらっしゃったら全然ねコメントの方で聞いてもらえれば、ちょっと僕の説明不足のこともめっちゃあるので、そこで補足していきますので、全然コメントしてください。はい、でコメントのね、応援コメントとかも募集してますので、はい、ぜひねよろしくお願いします。チャンネル登録でまだの方ぜひよろしくお願いします。それではね次、UI の動画の部分ですね、 YouTube の作っていきますので、はい、引き続きやっていきましょう。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひねチェックしてみてください。